襲って食べて成長するゲーム、恐怖の色開発進捗動画、第6回です。よろしくお願いします。今回は何を紹介するの？今回は、その前にお知らせが。チャンネル登録者が、この年末に200名を突破しました。進捗動画も作業配信も、多くの方に見ていただけるようになって、ありがたい限りです。これからも頑張って開発していきますので、今年もよろしくお願いします。さて前回、マップの進捗をもっと出していくと言いましたが、あれは嘘だ。おい。関連するムービーシーンやらギミックやらも並行して作っていかないと、マップの構造もいろいろ定まらないなとなり、その準備をしていたんですが、思ったより時間がかかりまして。というわけで、その準備の一環として進めていた NPC の見た目作成と、メニュー画面が少し進化したので、そのあたりを紹介してきます。まあ、今までの泥人形でムービー作っていくわけにもいかないしね。さて、先にすぐ終わるメニュー画面の話を。以前紹介した時は、ボタンがあるだけだったスキルですが、中身が増えました。ここでは、最大3段階のコンボの組み合わせを選ぶことができます。状況や好みに合わせて、いろいろ試してみてね、という感じ。コンボをいじれるのってあんま見たことないシステムね。人が主人公の RPG みたいに、武器という概念がないので、戦闘シーンの変化をこれでつけられないかなという試みです。あとは、拠点にもメニューができました。ニュースで人間が慌てふためく様を鑑賞したり、風呂場にストックしておいた体細胞を HP として補給したりできます。演出とかニュース映像を作ったりは、まだこれからですね。メニューの話はこんなところで、NPC の見た目作成をやっていきましょう。NPC の見た目作成はいろいろと手段がありますが、こういう基準を満たす方法を模索しました。2は、今まで作っている NPC のシステム、アニメーションをそのまま使うためですね。まだまだ書き換えるシステムなので、大元のファイルさえいじれば各種 NPC に反映されるようにしたい。要は、後の手間とヒューマンエラーを減らしたい。3は、群衆としてそれなりの数が描画されるので、動作の軽さを結構優先しないと、多分プレイが破綻するから。UE5 だと、メタヒューマンという機能があるけど、あれはどうなの？ UE マネキンともろもろ共通してるはずだけど、使う分にはすぐに作れるし、表情をモーキャプで反映できたりと、とても便利ですが、存在するだけでゴリゴリ FPS が削れるくらいには高負荷なので、うちで使うのは難しいかなと。4はニートやからな。そうね。負けプレのリアル系人間アセットは、だいたい1種類で1万円超えなので、群衆をこれで揃えたら破産です。というわけで編み出した作業フローがこちら。なんだ、このソフトやらアドオンやらまたぎまくったとんでもフローは。このフローを作るのに1週間かかったけど、慣れれば数時間で1人、リアル系人間キャラが作れる優れもの。費用は合わせて24,000円ほど。というわけで作っていきます。ヒューマンジェネレーターは、ブレンダーの有料アドオンで、顔や服、身長、体格などを設定して、人間モデルを作れます。ちなみに、表情のシェイプキーも付けられますが、ブレンダーからこのモデルを持ち出すために、シェイプキーを全部適用する必要があり、この機能は無ときす。いろいろ方法を模索したけど、無理だったよ。ブレンダー内で使う分には問題ないんですけどね。ロット作成機能でポリゴン数を減らせるので、服の形状が破綻しない程度に減らします。あと、デフォルトだと、服や体の各パーツごとに、テクスチャ、マテリアルが割り当てられているので、これをなるべく統合していく。まずは UV 展開。いっぱいマテリアルあったらダメなの？読み込むテクスチャが多くなるというのもあるけど、それ以上に、補色後の消える演出なんかは、マテリアルごとにやってる処理なので、マテリアル数が多いと、それだけ処理回数が増えちゃう。見た目変わらないなら、軽い方がいいよね、という話ですね。ベイク用の UV ができたのでベイクしていく。なんとこのアドオン、ワンクリックで全パーツの各テクスチャを指定解像度でベイクしてくれます。何気に感動した機能。まあ、その代わりに、
複数のパーツをこのテクスチャにまとめてといったことはできないので、クリップスタジオでテクスチャをガッチャンコする。クリスタでこういう作業してる人、見たことないんだけど。できりゃええねん。ヒューマンジェネレーターのスケルトンは使わないので、メッシュだけミキサモにインポートして、ミキサモのスケルトンを入れる。ちなみに、ここからの作業は、後で使う UE ファイだけでもできる作業だけど、こっちの手順の方が楽なのでこうしてます。公式が紹介してる方法とは違うので一応、主だった関節を指定して、あとは全自動。ミキサモは、無料で色々アニメーションを利用できるサイトですが、人体リングをとても簡単に入れられるツールでもあります。ミキサモで骨を入れたモデルを、ボーンの名前やら階層やら UE 準拠の構造に変換するために、ミキサモコンバーターを通す。これも全自動。これで UE 準拠になるなら、もうできたんじゃないの？理由は2つあって、1つは、最後に使うコンパチブルスケルトンという機能を使うために、レストポーズをマネキンと揃える必要があるんだけど、これが UE の中じゃできない。もう1つは、ボーンの軸の方向がマネキンと違ってて、ショゴスちゃんを銃で狙う処理が移植できない。ミキサモとミキサモコンバーターを挟んだのは、このままスケルトンを使うためではなく、UE スケルトンのボーン名に合わせた頂点グループを生成することで、ウェイトペイントの手間を省くためですね。というわけで、ブレンダーに戻ってきました。取り込んだモデルのポーズをマネキンに揃えていく。追加したスケルトンを、モデルの体型に合わせて編集して、ミキサモのスケルトンはもういらないので消す。UE ファイのセッティングをなんやかんやしたら、UE ファイのリグで動かせるようになりました。で、最後に、ボーンの軸をマネキンに合わせたら完成。ようやく UE 側の作業です。と言っても、いつもの NPC に使ってるマネキンを取り込んだモデルのここに設定するだけ。これで、今までマネキンで使ってたアニメーションを、このモデルで使えるようになりました。ここは簡単なのね。というかここを簡単にするために、さっきまでのとんでも作業フローがある。あとは、武器などをくっつけるためのソケットをコピペしたら、最後に、キャラクターブループリントに、新しいモデルをセットして完成です。これをひたすら繰り返して、ショゴスちゃんのいろんな餌ができました。餌言うな。慣れれば、1体2時間くらいで作れます。ちなみに、警察は、3D スカイで購入した制服モデルをヒューマンジェネレーターに取り込んで作ったもの。軍人モデルはヒューマンジェネレーターではなく、ミキサモで配布されてるスワットキャラの服の色を書き換えたもの。しかし、元の水色兵装のセンスは何なんだろうな。元ネタでもあるのか。今回はこんなところで終わりです。お疲れ様。よければまた次回も見てやってください。最後までご視聴ありがとうございます。